ハンドメイドきよちゃんです。今回はダイソーさんのフラッフィーでモモンガカーディガンをご紹介します。色はジャコールグレー。材質アクリル 100%。重さは約 50g。糸長が155メートルになります。使用かぎ針は7号針と8号針を使用していきます。はい、こんな感じに出来上がりました。ふわっと軽い仕上がりになっています。こちらの糸、とても編みやすかったんですけど、起毛糸なので失敗した時に編み直しがちょっと大変な糸ですので、初心者の方は別の糸で編まれた方がいいかなと思います。でも本当軽い糸ですので、今の時期にちょうどいい糸かなっていうふうに思います。寒暖差の激しいこの時期、さっと着られてさっと脱げる抜け感のあるデザインになっています。サイズは総丈が約55センチ。こちらの袖口から袖口までの長さが約108センチになります。ゴム編みの幅が約5センチで、袖口の幅が約2センチぐらいになります。模様は前回ご紹介した花柄の模様編みになってますので、前回動画を参考にして編んでみてください。編み方は背中心から袖口に向かって編んでいます。鎖の作り目で8号針で16段編んで、次7号針で16段編んできました。ここで、糸を足してるので2玉目に入ったところになっています。ここは、32段目の最後になります。針の号数を1つ縮めたので、このように自然につぼまった感じになっています。で、幅が49センチぐらいの幅で、42センチぐらいになってます。そしたら、この32段目の最後のところで、この長編みの表引き上げ編みの4目一度を編んで、鎖を3目編んで、この立ち上がりの3目目に糸を引き抜くところで、この端と端の目を、細編みのとこですね。細編みの目に針を入れて、一気に引き抜きます。はい。このように、端をドッキングさせて輪にします。そしたら今度こっちに折り返していきます。立ち上がりを鎖1目編んで、裏を見て編んでいきます。適当でいいんですけど、ここに針を入れて細編みを1目編んで、そしてまた扇を編んでいきます。33段目になります。はい、33段目の最後に来ました。このように扇を編み終えたところになります。そしたら最初の扇の立ち上がりの
細編みのところに糸を引き抜いて、これで終わるようにします。そしたら鎖3目で立ち上がって、編み地をひっくり返して、今度は表を見て、こちらから編んでいきます。針に糸をかけて、この扇の最初の長編みのところ、3番目の長編みのところで2目一度編んで、また同じように編んでいきます。3目鎖。はい、34段目最後、長編みの表引き上げ編みの2目一度を編んだら、こっちの方ではここのところに長編みを1目編んだんですけど、編まずに立ち上がり鎖3目編んで、こちらの最初の2目一度のところに針を入れて、糸を引き抜いて終わる形にします。そしたら鎖3目プラス鎖1目、全部で4目編んで、編み地をひっくり返して、今度は裏を見て編んでいきます。こちらの付け根のところ、針を入れて、また長編み3回編み入れて、35段目を編んでいきます。はい、35段目の最後に来ました。扇を編んで細編みで留めて、最後また扇の半分を編むんですけど、最初に編んだこちらの鎖3目プラス1目編んで、この長編みを3回編み入れたここのところに針を入れて、長編み3回編んで、鎖を1目編んで、この、3目目、立ち上がりの3目目に糸を引き抜いて終わる形にします。そしたら立ち上がり鎖1目で立ち上がって、表に返して、こちらの今の立ち上がったところの目でいいので、1目細編みを編んで、また鎖3目、表引き上げ編みを編んでいくところですね。はい。はい、繰り返していきます。はい、36段目の最後に来ました。4目一度編んで、鎖3目編んだら、最初のこのマーカーのところに糸を引き抜いて終わります。はい。そしたらまた繰り返しでしばらく編んでいきます。立ち上がり鎖1目で立ち上がって、裏を見ていく感じで編んでいきます。はい、同じ編み方で輪にしながら編んでいきます。こちらからずっと来て42段編み進めてきました。ここだいたい10段編んだところになります。そうすると、袖が13センチぐらい
閉じた感じになります。ここの長さもだいたい51センチ、50センチ超えた長さになります。そしたら、ちょっと、つぼめたいと思います。立ち上がり鎖1目編んで、今度からは表を見て編んでいきます。ここの穴のところに針を入れて、細編み1目、鎖1目、細編み1目で編んでいきます。ここの鎖3目のところは、この鎖1目だけで飛ばして、この細編みで留めたところに細編み、鎖1目、鎖3目のところを飛ばして、ここのところでもいいですし、手前のところ針入れて細編み、鎖、この3目を飛ばして細編みのところに細編み、これで編んでいきます。はい、一周編んできました。細編みのところに細編みで編んで、鎖を1目編んだら、この鎖を飛ばしてここに針を入れる形なんですけど、もう入れずにこの最初の、ところに糸を引き抜いて終わります。そしたら繰り返します。立ち上がって同じように細編み編んで、鎖のところは鎖飛ばして細編み、鎖、細編みのところに細編みで、はい、5段編んできました。最後鎖を編んで、そのまま糸を引き出して、そんな糸端残さずにカットして、そのまま糸端の始末をします。最初の目に針を入れて、鎖編んだかな、はい、鎖を編んでるのでそんなに伸ばさずに、こんな感じで留めて、後ろのこの立ち上がりの鎖目のところにこんな感じで糸を割るように縫い付けて、はい、一回戻って、はい、カットします。はい、出来上がりました。そうするとこの口がつぼまって、いい感じになってると思います。はい、口のところもこんな感じ、11センチぐらい。半分がこのように出来上がりましたので、あと半分を編んでいくんですけど、こっちが糸端になってて、この裏側の面を見て編んでいきます。この2個目がこんだけ残ってるので、この糸で編んでいきます。1段目の編み方で編んでいきます。裏を見て、この糸端がある方から編んでいきます。この端のところを拾って、はい、鎖を1目編んで、こう細編み、
模様編みの1段目の編み方です。でね、ここ扇のとこですね。扇のこの中心のところに針を入れて、こちらも扇になるように編みます。1、2、3。でここのところ同じように拾って留めて、はい、こんな感じでずっと同じように編んでいきます。はい、このように両方中心から編み終えたら、先に糸端の始末をします。そしたら最後にこの周りを内編みしていきます。2段で4目編み入れる感じで、一模様、この花びら一模様で8目、長編みを編み入れていきたいと思います。この、上と下をこうくっつけたここの角のところからこの糸端をつけていきます。ちょうどこの穴開いてるところに針を入れて、鎖3目で立ち上がります。これ長編み1目分になります。はい。あと3目編み入れます。1、長編み2目、ここのところ、中心のところに1目入れて、これで4目になります。2段の中に4目長編みが入ったことになります。はい、次の2段でまた4目、2、3、4、次の2段、1、2、3、4、こういう感じで編み入れていきます。3、4、1周編んできました。そしたら立ち上がりの3目目に糸を引き抜いて、そしたら2段目からは表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互に編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んだら、前段の長編みのところ表引き上げ編み、足の、ところに針を入れて糸を引き出して、これで表引き上げ編み、次裏引き上げ編み、このように針を入れて長編みを編む要領でこのように編んでいきます。今度は表、次裏、